本社長はこれもし救えるとしたら救うためにはどういったことをすれば。人それぞれ普通に自由に生きればいいと思うんですけど、需要と供給とか技術革新とかそういうのってずっと動いてるんで、楽して稼げるのが仮にあったとして、そこをずっと人が集まり続けるから、すぐレッドオーシャンになって儲かんなくなる。逆にじゃあこれから汗かく建設業だと、営業だって言って、みんながもうこっちに来ちゃうと、営業儲かんなくなっちゃうんで、来てほしくないんですよ。個人の判断も大事だけど、全体をなんか空から見渡して。それこそ AI を使うっていうのはどうなんでしょう。 AI を使って救うっていうのは。まだ僕も答えが見つからないですね。難しいことかなと思って。いくつかの仮説を立てて、どの危機にも備えてるって感じです。本当に難しい時代かな。多分この何万年で一番難しいタイミングに今いるんじゃないかなと思って。AI の進化で。あんまり楽観視してないです。移行期間な気がするんですよね。夏服から冬服に変わるタイミングみたいな。なんか今その狭間にずっといて、私もだから SNS ももちろんやりながら YouTube もやりながら、現場も絶対やめないっていうのは、やっぱそこなんですよね。備えですね。どっちか捨てて、こだわってどっちかにドカンっていくのも別にいいと思うんですけど、私は両方捨てれなくて、まだなんか古き良きが残る可能性もあるし、伸びていく可能性もあるなとか、こっちが伸びちゃう可能性もあるなとか、両方考えてるし。僕も本当ハイテクアナログ親父みたいなのを目指してます。じゃないと本当に自分が壊れそうにぐらい不安になっちゃう。くりえみさんは備え何かしてますか？そうですね。私は事業としてはそういう AI のこともやったりするんですけど、本当皆さんがおっしゃる通り、やっぱアナログの良さっていうのは絶対にあるので、総じて大事なのって順応性とスピード感だから、バズったものもすぐにじゃあ真似するとかっていうのも今の時代の風潮だと思うし、それは悪いと思わないんですよね。どっちもやるべきだと思うし、新しいものも取り入れるべきだと思うし、ライブの熱狂って生で見るから、いや行ってよかったみたいな、もうやっぱこの人好きってなるじゃないですか。テレビの前で見るよりも生で見た方が、ライブやフェス行った方が熱量が伝わってくる。それがもしかしたら今後何かテクノロジーで変わってくるかもしれないけど、今あるものはやっぱ相当な価値だと思うので、それは残しつつでいいと思います。皆さんの意見を聞いて大きく分けて2つだなって思ったのが、これから AI をうまく使いこなして仕事をしていく人のタイプか、 AI ができない仕事をやる人たちかに分かれるかなっていうところを感じて、僕からするとこの仕事ってこれから重宝されるんで、モチベーション高い人たちがやった方がどんどん社会的にも良くなると思うんで、もっとアピールをしてほしいなっていうのはある。加藤さんは多分建設業にしっくりきてるからそう思われると思うんですけど、人がやりたがらない仕事ってもっと他にもいっぱいあるわけじゃないですか。例えば介護の仕事だったり、たくさん清掃の仕事だったりあると思うんですよ。加藤さんは建設業にハマってるからそうおっしゃってるだけで、やっぱりやりたくない仕事はやりたくないと思うんですよね。見せ方次第だと思うんですよね。体を使った仕事にスポットを今から当てていけば、これからどっちにしろ AGI が発展するっていうのが分かってるのであれば、スポットを当てた方が将来の人たちの役にも立つし。スポットの当て方っていうのは何を考えてますか？イメージがまだ悪いっていうところがあるんで、知名度ある人とかにもこういう仕事はいいですよっていうような意見をもっと欲しいなっていうのは。それは例え要はイメージを良くして楽して稼げるなって思われたいってことですよね。それは違くて、仕事にやりがいがあるなとか、誇りを持てるような仕事だなっていうふうに感じてほしいなって僕は。プラスイメージをどんどん増やしてほしいということですよね。山田さんは。やりたくない人はどこまで行ってもそういう仕事をやらないし、AI が発展してるんで、ネットと相性がいいじゃないですか。AI をむしろ活用して適材適所ではないですけど、そうやって人を配置できる未来がもうすぐ近くには来てるとは思ってまして、何も心配することはないんじゃないかなっていうのは聞いてる。建設業がイメージ悪いって思ったこと一回もなかったです。僕もないです。そんな卑屈になる必要はないと思う。すごくマイナスに捉えて。TikTok 見ていたら、なんかタクシーだったり建設業界の人たちが現場ですごく楽しそうに仲良さそうにしてるのを見て、めっちゃいい現場じゃんみたいに思っちゃいますけどね。これから仕事する、まだ努力をする前の人たちって何の仕事をするかってなった時に見栄えがいい方を選んでしまうと思うんですよね。どうしてもマイナスに見られがちっていうか、そういう違いはあるかなと思います。すごいわかります。建設やってないとそれ思わないんですかね。
すごいイメージ悪いと思ってました。僕みたいなその高校出てすぐ就職するやつばっかりみたいな学校行ったやつとかは建築行くやつ、建設行くやつとかいっぱいいたんで、なんか別にそんな全然悪いイメージないです。だから意外と世間のイメージとしては悪くないですよね。で、世間一般的にはイメージがあんまり良くないんじゃないかなって冷静に客観的に思っちゃってる。情報過多っていうのが一つあって、はい、で、情弱っていうのもありましたけど、やっぱそういう人たちが見たときに、皆さんの仕事と比べられると、やっぱ下に見られてしまうとか。そんなことないですよ。YouTuber とかの方が家も借りられないし、大変だと思いますけどね。インフルエンサーもそうですけど。でも、もしその世間的なイメージがあまりその建設とか、人手不足のところに悪くないとしたら、人手不足がなぜ今起きてるっていう。どの仕事もそうじゃないですか、今。少子化だし、大学の数が戦後4倍になったし、みんな高等教育行くじゃないですか。だったらどうせだったらオフィスの仕事しようってなっちゃってるから、国が本気で、ね、建設業とか増やそうと思えば、今外国人労働者でやってるけど、できるんじゃないですかね。たくさん金持ちいますよね、建設業って。ベンツいっぱい乗ってますよね。それはかなり上の層だけの話。親方とかね。で、案が早くなれるじゃないですか、頑張れば。じゃあなんでこんだけ人手不足なのかなっていうのは僕は思いますね。日本人の若者がもう建設業全然行かないんで、それは案が社会問題かもしれないですけどね。社長おっしゃったせっかく教育をじゃあ大学まで受けたんだったら大卒の資格を持ってないと入れないとこに行って親を安心させたいみたいなものがあるかもしれない。AI でいろんなビジネス人がダブつくから農業とか建設業に5年後10年後ダーッと流れると思うよ。ってなるとやっぱ今のうちにスポット当てて紹介というか世間的にも広めた方がいいかなと思うんですけど、それに対して世間がまだ追いついてないっていうか AI の発展の方にばっか力が注がれてるんじゃないかな。すごいね。10年後この録画見て加藤は正しかったってなる備えておけばよかったと呂布さん。今まであった仕事よりこれからさらに発展していくような先が分かんないものの方が単純にワクワクするじゃないですか。そっちが見たいなって思うのはそれはしょうがないかなと思いますけどね。なんか特に若かったら、新しい仕事とか新興で出てきてたものに興味を持つっていうのはそれはしょうがないでしょっていうふうに思いますけど。私本当にそれでAI が全てを占領して他の人たちが淘汰されるようになってきてしまったら発信しなくても勝手に流れていくと思います。人が必要なのであれば言わずともそこに行くしかないから。多分給料も上がりますよね、人手が本当に欲しかったら。ただそれだとちょっと遅いかなって僕思ってて、やっぱこの仕事って突然やってできるわけではないんで、そうなる前にもっと本来だったら世間に認知されて評価も受けていいかなと思ってるんですけど、どの産業も人不足なんで、そうっすよね。日本の少子化とか1人当たりの GDP とか構造的な問題がありますよね。僕はウェブ側についてるんですけど、肉体労働側の気持ちも大切なのは分かるんですよ。僕らの仕事って一つ電源切れちゃうと何もできなくなるじゃないですか。それこそさっき言ったキャンプで生活するっていうのも大切だし、両方の未来を見据えるっていうことはかなり大事なのかなっていうのは思いますね。手に職ということはやっぱ経験を積まないといけないわけですよね。手に職っていうのはもう本当ずっとその仕事に従事しないといけないってイメージが私にはあるんですね。親方についてもう朝から晩まで教えてもらって働いて。図面屋さんとかだったら麻痺はでもって感じですね。難しい。技術をインストールできるようになれば解決できそうではないですか、山本社長。ただ技術って世界的に普及するから、例えば AI によって産業の生産性が上がる。それは日本だけじゃなくて台湾も韓国も中国もみんなやってくるから国際競争力が上がらないと思うんだよね。他人からの評価とかさっきからそういうところに議論がいっちゃってるけど、やっぱり僕はね将来苦労したくないし将来楽したいって思ってます。でも若い時に人一倍苦労しました。で自己理解とか自分の能力開発しておけば将来楽できるだろうと思ってます。将来楽したいって思うことはいいと思うけど、今楽をしたいと思ってるとほとんどうまくいかないかもしれないなと思ってます。人がやりたがらないとか、人が集まらない仕事こそ先に AI に取って代わられる気がして、介護とかそういうところから今は外国人だけど、それが AI にとって変わられる、そっちこそ変わられるんじゃないかなと僕は気がしますね。AI を避けることはもう本当に不可能になってくるので、加藤さんみたいな方たちほど AI 使って自分たち何ができるかなの思考に全員しざるを得ないというか、
る状況にはもう数年後にはなるとは思ってますね。だからこそやっぱりそのインフラ整備とかは絶対 AI にはできないんで、そういうのをそれが分かんないんですよ。俺も俺できないと思わないんですよ。今の1時間あたり2倍の仕事量できるようになるかもしれない。 AI で AI とかロボットを活用すると。 AI がどれぐらい発展するかにもよるんですけど、最終的に人の感情があるっていうか、そこがあると思うんで、感情を汲み取れるかどうかっていうところがやっぱ僕はあるかなと思って。建築物からも感情を感じないですけど、今の人間って子供って人が握ったおにぎりは食えないけど機械が作ったおにぎりは食えるみたいな、もうそういうことになってるんですよ。人が作ったものとか感情っていうのも僕らがその幻想を抱いてるだけで、なんかそんな関係ねえ気がするんですよね。なんか危険があった時に大人の方が危険な状態を免れる可能性が高い。で AI が助けるってなった時に AI は僕は大人を助けてしまうと思うんですよ。加藤さんの感情もかなり高まってきてしまったんですけれども、そろそろ討論がすいません終了の時間が近づいてきま面した。白いですね。これ必要な議論ですね。楽じゃなくて楽しそうに見えてる仕事の良さというものも改めて感じていただけたのではないかなと思いました。さあそれでは本日の感想を順番に聞いていきたいと思います。鎌田さん。はい。順序よく進めて子供を作ろうが当たり前。自分たちの欲でできてしまった子、自分たちのことしか考えてない。自分たちの人生なんだから自分たちの勝手にすればいい。生でするなら先に結婚しておけよ。いやいやいや違うんだって。そういう場合じゃないってどういうことですか？それが絶対に不幸ではないし、まあ逆に言ったら、でも不幸な場合は多いですよ。今喋ってるじゃん。ちょっと待って。否認すればよくないですか？いや否認をしないがしたかっだからただの欲求。た。だからそれが何が悪いんですかって言ってる。何が悪い？子供のこと考えてなくないですか？いやだからそれでじゃあ産めないなって言うんだったら中絶もあるし。特殊な方たちですよね。世間を知られてないのかな。結局楽な仕事っていうのは世の中一個もなくて、楽に感じる仕事かどうかなだけです。何を選んでも結局大変です。何かを極めようと思ったら大変です。だからどの仕事ついてる人にも本当拍手ですよね。いや本当にそうです。はい。呂布カルマさん。みんながそれぞれやりたいことをやってそれがなんとなく金になる、僕はいい時代だなと思ってて、僕も本当に全然やりたいことしかやってないので、それで飯が食えててこんないいことねえなと思ってるんで、辛い仕事をしてお金をもらわなきゃいけないっていうその意識からもそろそろ脱却して、好きなことやってればそれが仕事になる時代が来てるってことに僕はどっちかというと気づいてほしいなって思う方ですね。山本社長。今日出た個人的な結論としては、もう頭では山田君が言ってる AI 社会みたいなところに完全同意してて、心では加藤君が好きだっていう、加藤いいやつだなっていう、一緒に仕事したいなって感じですね。はい。栗恵美さん。話を聞きながら、あ、そっか、加藤さんみたいに思ってる人ってやっぱたくさんいるんだろうなっていうのも理解できたものの、成功したいとか、稼ぎたいとかっていう気持ちがあればあるほど楽じゃない選択をした方が勝率は圧倒的に高いと思っているので、私は AI についても多分勉強したらちょっと見え方が変わる部分が加藤さんもあるかなって思ったりもしたので、私もまだ勉強中なので共に勉強していけたらいいなと思いました。はい。汗水垂らすような仕事が自分が思ってるより軽視されてるわけではないなっていうのは感じました。それと同時に僕の想像以上の可能性があるんだなっていう感じたんで、人がやらなきゃいけない仕事はうまく人がやって、 AI ができるような仕事はどんどん AI がやって便利な社会ができていけばいいかなっていうふうに思います。素晴らしい。ウェブの世界も肉体労働の世界もどっちみち大変で、お互い泥臭いということを理解していただけたらすごい嬉しいなと。AI が進んでそういう泥臭いやりたくない仕事が減っていって、楽ではなく楽しそうな仕事をできる世界が AI のおかげで広がっていったらいいなと思います。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。